キンステーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチキンステーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、鶏胸肉を使ってとても柔らかジューシーで美味しいチキンステーキを作っていきます。皮の部分もね、パリパリに仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお肉の材料からご紹介します。材料はこちらです。鶏胸肉、お水、塩、お砂糖、ニンニク、薄力粉、オリーブオイル、こちらの材料を使ってお肉を焼いていきます。まずですね、今回鶏胸肉を柔らかくするのにブライン液というものにつけていきます。そのブライン液の材料はお水、塩、お砂糖、この3つです。これにつけるだけでお肉がとても柔らかくなります。あとはシンプルにね、焼いていきたいと思います。それでは続いてソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、料理酒、みりん、お砂糖、お酢、有塩バター、こちらの材料で簡単なソースを作っていきたいと思います。とてもね、シンプルな材料で作れるので、ぜひこちらも一緒に作ってみてください。今回ね、ソースにお酢を入れてちょっとね、さっぱりとした仕上げにするんですけれども、こちらはお好みなので、お酢の酸味がちょっと苦手な場合は抜いていただいても OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではお肉の準備からしていきます。まずですね、こちら鶏胸肉なんですが、1枚ね、だいたい300から 350g ぐらいになるかなと思います。これ見ていただくとわかるんですが、こちらの部分が分厚くなってますね。なので、火の通りが均一になるように全体の厚みを同じにしていきます。あとね、こういったね、血筋の部分は取り除いてください。そしたらですね、この分厚い部分、ここに切れ込みを入れます。そして開いていきましょう。はい、こんな感じ。このように開いてください。反対側もちょっと分厚い部分があった時はそこも開きましょう。はい、OK です。このようにお肉の厚みを揃えてください。この後ブライン液につけるんですけれども、ブライン液が浸透しやすいようにフォークで穴を開けていきます。裏返して、今回ね、皮も一緒に焼いていくので、皮の部分にも穴を開けていきます。ちょっとね、余分な油は取りましょう。はい、OK です。ではブライン液を作っていきます。ポリ袋を用意してください。ここにお水、そしてお砂糖、あとは塩を加えます。そしてこれをよく混ぜましょう。お砂糖と塩がしっかり溶ければ OK です。そしたらね、先ほどのこちらのお肉を入れます。しっかり広げて、そして空気を抜いて口を縛ります。そうしましたら、こちらをこのまま冷蔵庫で1時間漬け込みます。もし時間がない時は30分だけでも OK です。1時間ほど漬けていただくとよりしっとりとするので、できればね、1時間漬けていただけたらと思います。それでは漬け込みます。それではね、漬け込んでいる間にニンニクを潰します。潰す時はね、包丁の腹を使って潰します。手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、こんな感じ。あとはですね、ニンニクの芽をね、必ず取り除いておいてください。ニンニクの準備はこれで OK です。はい、1時間経ちました。こちらのお肉をブライン液から取り出します。そしたらですね、キッチンペーパーを用意して、まずね、お肉の水分を拭き取ります。こちらのお肉はね、お水で洗わなくて大丈夫です。ブライン液につけるとね、少しね、下味もつきます。はい、このように水分を拭き取ってください。そしたらですね、薄力粉を全体にまぶしていきます。両面まぶしてください。この時ね、皮がギュッとなってると焼いた時にもね、キュッとなってしまうので、皮はこうやって伸ばして、そして薄力粉をまぶすようにしてください。はい、お肉の準備はこれで OK です。それではお肉を焼いていきます。まずですね、フライパンにオリーブオイルです。そしてここに潰したニンニクを入れます。そして火にかけます。火加減弱火ぐらいで、まずね、香りがつくまで加熱していきましょう。ニンニクは焦げやすいのでね、弱火でやってください。ちょっとね、ニンニクに油を回しながら、そして全体に広げていきます。だんだんね、プツプツプツって音がしてきます。
このようにニンニクがじゅわじゅわっとして香りが立ってきたら一旦火を止めてください。そしてですね、ここにお肉を置いていくんですけれども、お肉は皮目から焼くようにしてください。焼くときはですね、必ずこうやって皮を広げて焼くようにしてください。それでは置きます。よいしょ。ちょっとね、手で押さえます。そしたら火にかけましょう。火加減は弱めの中火から弱火でじっくりと焼いていきます。そうすることでしっかりね、中まで火が通ります。ニンニクなんですが、このぐらいですね。ちょっとね、焼き色がついたら取り出してください。ちょっとね、こうお肉につけて、こちらをね、ソースで使っていくので、このまま置いておいてください。ということで、このままね、じっくりね、動かさずに焼いていきます。時間で言うと大体5分ぐらいですね。口の部分が白っぽくなってくるまで焼いていきます。はい、今5分経ちました。周りがね、ちょっと白っぽくなってきたの分かりますかね。このぐらいになったら一旦ね、焼き色を見てください。結構ね、油跳ねするので、ほんとやけどには注意してください。あ、いいですね。いい感じに焼き色がついたので裏返します。こんな感じで美味しそうに焼けてます。そしたら火加減弱火です。片面は2分から3分ほど焼いていきます。このね、ヘリの部分はフライパンの縁を使ってちょっとね、こうやって押さえつけて焼きましょう。はい、今ね、3分経ちました。でね、結構ね、油跳ねするので、こういったね、油跳ね防止するね、調理器具は売ってるので、こうやって置いとくとね、油跳ねを防止できるので、ぜひこういったものも利用して作ってみてください。そしたらね、焼き色を見ます。いい感じですね。火を止めます。ではね、こちら取り出します。はい、こんな感じでパリパリで美味しそうに焼き上がりました。ここら辺もね、すごくジューシーですね。ではね、こちらね、5分ほどこのまま置いて、最後は余熱で仕上げていきます。それでは余熱で火を通している間にソースを作っていきます。まずね、先ほどのフライパンですね。こちらね、鶏肉の旨味もあるんですけれども、ちょっとね、こうやってね、カスが出てると思うので、そこら辺を取り除きます。油だけね、残すイメージです。この時ね、やけどしないように注意してください。こういった感じ。これは取り除いてください。ちょっとうまくね、油だけ残すイメージです。まあ、厳密にやらなくて大丈夫なので、さっとやっていただくといいかなと思います。はい、OK です。そしたらね、最後ソースを作ります。まずフライパンにみりん、そしてお砂糖、あとは料理酒、そしてお酢を加えます。そしてあとはね、こちら先ほど使ったニンニクを入れます。そしてね、まずニンニクを潰します。軽くね、潰してください。はい、でこんな感じで潰したら火にかけます。そしてよく混ぜながら、まずね、みりんと料理酒のアルコールを飛ばしていきます。あと少しね、お酢のツンとした酸味も飛ばしましょう。はい、で大体ね、40秒から50秒ほど火にかけたら、ここにバターを入れます。そして最後お醤油です。これで混ぜましょう。はい、でこれでね、とろみがつけば OK です。ソースはこれで完成です。それではね、お肉にかけて仕上げたいと思います。はい、これでチキンステーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後ソースをかけて仕上げました。このようにとてもジューシーな仕上がりになってます。そして表面の皮もパリパリです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。まだ皮がパリパリです。美味しそう。しっかりとね、お肉にも火が通ってます。ではいただきます。美味しい。お肉がね、全然パサつきがなくてとても美味しいです。そしてね、皮もパリパリですね。あとこの最後に作ったソースがすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチキンステーキのポイントです。まずですね、今回のチキンステーキは鶏胸肉を使って作りました。この鶏胸肉なんですけれども、分厚い部分と薄い部分があるので、分厚い部分に包丁を入れて、そしてお肉を開いてください。そうすると全体の厚みが均一になります。このように厚みを均一にしたら、その後はフォークで両面穴を開けてください。そうすることでブライン液が染み込みやすくなります。そして今回はですね、ブライン液というものに漬け込みました。そうすることでお肉がとても
も柔らかジューシーになります。今回はね1時間つけてるんですけれども、長くて半日からだいたい1日ぐらいはね漬け込んでいただいても大丈夫です。できればね最低1時間は漬け込んでいただけたらと思います。もし時間がない時は30分だけでも OK です。そしてブラン液につけたらしっかりとね水分を拭き取って、その後薄力粉をまぶして焼いてください。焼く時のポイントです。焼く時はですね、まずオリーブオイルに潰したニンニクを入れて香りが出るまで加熱してください。この時ね強火で加熱してしまうとニンニクが一気に焦げてしまうので、火加減は弱めの中火から弱火で行ってください。そして香りが出てきたらお肉のね皮目を下にして焼くようにしてください。ここでポイントなんですけれども、皮の部分は縮みやすいので必ずしっかり広げて、そしてフライパンの上に置くようにしてください。そうすることで皮までパリパリで美味しい仕上がりになります。そしてお肉を置いたらそのまま触らずにだいたい5分ぐらいですね、お肉の縁の部分が白っぽくなるぐらいまで焼いてください。そして焼き色もですね時々チェックしながら焼いていただけたらと思います。こちらはですねフライパンの材質によってねちょっと焼き加減が変わる場合がありますので、火加減は弱めの中火から弱火の間で調整しながら焼いていただけたらと思います。そしていい感じに焼き色がついたら裏返して、裏面はだいたい2分から3分ほど焼いてください。今回ね蓋をせずに焼いてるんですが、そうすることでとてもパリパリの皮に仕上がります。ぜひこちらの方法でやってみてください。ただねかなり分厚いお肉でちょっと心配だなっていう時は、最初皮目を焼いてる時だけね少し蒸し焼きしていただくといいかなと思います。そしてお肉が出来上がったら一度取り出して、あとは余熱で火入れしてください。だいたい5分ぐらいで大丈夫かなと思います。そして余熱で仕上げている間にソースを作ってください。ソースを作る時はですね、フライパンに溜まったカスなどは一度取り除いていただいて、油を少し残した状態で調味料と、あとは途中で取り出したニンニクを加えて、そしてニンニクを潰してソースを作ってください。そうすることで旨味たっぷりな美味しいソースに仕上がります。こちらのニンニクに関しましては少しね焼き色がついたぐらいで取り出すようにしてください。あとは最後に醤油とバターを加えて煮詰めてください。そしてソースが出来上がったらお肉の上にかけて召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチキンステーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。